紹介していきたいと思います。かわいいクッキーのカンカン。目というより何見える目。取ろうかなこれ。プチプラクリスマスプレゼントです。はい、どうもゆうやです。今日はですね、クリスマスが近づいてきたということで、クリスマスに、それは誰にあげるのかわからないけど3000円前後で買えるお手頃な値段で買える、クリスマスプレゼントをおすすめクリスマスプレゼントを、用意したので紹介していきたいと思います。まずはこちら。これはですね、何か開けてみましょうか。何が出てくるのかと言いますと、香木でございます。はい、香木って皆さん知ってますか？結構お香とかアロマキャンドルとかっていうのは結構有名だし使ってる人も多いと思うんですけど、最近実は自宅でも使ってて、この香木パロサントっていうやつなんですけど、なんか歴史的にはなんかインカ帝国の時代からなんかそのシャーマンとかが民間療法とかなんかそういうので使ってたりとかするみたいなんですけど、これはうちでも使ってて、なんかね匂いがね、その科学的な匂いじゃないというか、そのお香とかもいいしアロマキャンドルもいいんですけど、お香だとちょっと匂いが強すぎるなっていう人にはめっちゃちょうどいいアイテムかなと思ってます。だからインカ帝国の時懐かしいなと思って本当に用意しました。ここでちょっとせっかくなんで、これうちから持ってきたこのサンプルうちから持ってきたんで、ちょっとねこれはちょっと使うのもったいないんでこれでつけてみようと思います。普通に火をつけまして、でもこれでカメラでは匂い伝わんないのであれなんですけど、普通にこれで置いとくだけなんですけど、ただただもっとね、多分ね、このいい感じに匂いが広がります。でもっと火つけてもいいし、このまま置いてても十分普通に部屋で香ってきます。不思議ですよね、これどういうあれなんかわかんないですけど、結構これは家で使う時は夜とか寝る前とかなんかリラックスしたい時に結構使ったりすると、なんかすごい香り的に安らぎますね。キャンドルとかも使ったりするんですけど、これがおすすめでございます。はい、だから今紹介してるのが3000円前後っていうので言ってますけど、これは3000円しないぐらいでした。なんでちょっとしたなんかプレゼントでいいんじゃないかなと思います。香木パロサントでした。ピン。続きましてこちら、ドン。シャネルってうわー高級品って思いますよね。でもシャネルの中でも手が出しやすいものかなと思いますが、これは中が何かというと、このサイズ的に分かりますかね。リップクリームでございます。はい、なぜシャネルのリップクリームにしたかっていうとですね、自分のこのゆうやの曲の歌詞の中にもシャネルってワードが出てきたりとか、インターステラーには出てくるんですけど、実はそのゴーストっていう1曲目に出した曲があって、そこでルージュココっていう、リリックがあるんですけど、まさにルージュココのリップクリームです。はい、やっぱ冬なんで乾燥する季節だなと思ってて、自分もリップクリーム使うんですけど、このシャネルのつ持ってるといいですよね。俺もなんか結構唇乾燥するんで使うんですけど、やっぱ
リップクリームの中でなかなか一番いいんじゃない？シャネルのやつなんて贅沢品よね。だって100円のリップクリームもあるのに、これ3000前後って今日紹介し方してますけど、これはちょっと超えてます、値段。ただとてもいいですので、でもこれは開けない方がいいですよね。開けない方がいいんで開けません。はい、プレゼントしたいので誰かになんですけど、リップクリームでございます。これちなみに色はないやつです。はいので、女性の場合ってどうやって使うの？色、こういうのってもうなんかつけてからつけるもんではなくて、これはこれだけですんのかな。下地として使ってその上に塗るのもあるし、リップ塗って上にちょっと保湿みたいなポンポンってやることもありますらしいです。下地として使ったりとかもするらしいので、まあいいですね。羨ましい。俺が欲しいぐらいですけど、シャネルのリップクリームルージュココです。続きましてこちらイソップです。イソップはですね、何を用意したかというとハンドミストでございます。イソップは結構自宅でも、アロマキャンドルだったりとか、ルームフレグランスとか、手洗う、ハンドウォッシュとかね、使ったりしてるんですが、これ実は最近ファンの方からいただきまして、それで自分も使っててめっちゃいいなと思って今回、用意させていただきました。はい、これアルコール成分も入ってて、まあ消毒にも使えるんですが、どちらかというとまあ手を潤す、ような、効果があります。はい、なのでまあ自分とかはちょっと試しに使ってみますけども、いい匂い。ハンドクリームとかじゃちょっとベタベタしすぎるなっていう人とかにはちょうどいいかなと思います。匂いはですね、シトラスとかウッディとかハーブとか、まあイソップは結構そういう自然派というか、そういう匂いが多いイメージなんですけど、特に自分は結構ウッディ系の匂いが好きなので、香水とかにしても匂いのものは割と全体的にウッディ系のものが多くて、これも入ってるのでぜひおすすめです。ちなみに今回のこのテーマとして3000円前後で買えるって言ってましたけど、これは結構半分ぐらいの値段です。値段にしたら結構安いですので、この時期誰かに、自分で使うのもいいし、誰かにプレゼントするのにもちょうどいいアイテムかなと思います。イソップのハンドミストでした。続きましてじゃん、スターバックスの回し物ではないです。コーヒーです。はい、それもこれスターバックスクリスマスブレンド。そしてかわいいクッキーのカンカン。どうですか？メインとしてはコーヒーなんですよ。でクリスマスブレンドって当たり前ですけど、やっぱこのシーズンにしか出ないアイテムで、結構自分も普段これクリスマスブレンドその時期は結構飲むんですよね。でさらに言うと、自分が好きなクリスマスというかこのコーヒーとかは割と酸味が少なくて苦味っていうか、そういうのが強い方が好きなんで、割とこれは酸味少なめですのでおすすめです。はい、そして、これはクッキーが中入ってるんですけど、缶がシンプルに可愛いなっていう、このサンタのおじいちゃんがソリじゃなくて自転車に乗ってるっていうね。だいぶ時間かかりそうですけど、プレゼントもあんま持てなさそうな細めのサンタさん。サンタさんで細めのサンタさんって珍しいですよね。サンタさんってみんなちょっとふくよかな、結構どっしりした感じですけど、結構痩せ細ったサンタさんが自転車に乗ってます。はい、これ結構よく見ると斬新なアイテムかもです。はい、これはこれも割とちょうどいい、この2つで3000円いかないぐらいかなっていう感じなので、物じゃなくて何かそういうコーヒーだったりとか、自分が好きっていうのはあるんでね、コーヒーはそれでコーヒーと一緒にこのクッキー
斬新なサンタさん写ってるクッキーでお楽しみください。ラストはじゃじゃん、クリスマスカードです。はい、これ飾れるクリスマスカードなんですけども、まあここにねまだ何も僕書いてないんですけど、実はこんな風になってます。じゃーんじゃーん。ちょっと置いてみますか。これ今何も書いてないですけど、まあ散々いろんなものを紹介してきましたけど、やっぱりこの思いをものじゃなくてメッセージとかで届けるのも素敵やんってことで、これを用意させてもらいました。今ってこういうのもあるんですねっていう。かわいい。俺ちっちゃい頃飛び出す絵本めっちゃ好きやったんですよ。飛び出す絵本、飛び出す絵本っていいですよね。恐竜とかのやつとかさ、昔あって懐かしい。なんかそれを思い出す。これに自分がメッセージを書いて、プレゼントするっていうね。そんなこと僕プライベートでやったことないですけど、やっぱやってたらもうちょっと字綺麗なんでやったことないんですけど、はい、こっからでもこうやって覗くこともできるんですよね。これ覗くこともできて、ここからいらっしゃいませみたいなこともできるアイテムとなってます。はい、結構この自分がプライベートでそういうことはしないって言いましたけど、結構ファンのみんなからとかもこのお手紙いただくことも多かったりとか、クリスマスとかもだから結構それで驚かされるんですよね。その、文章自体とかみんなのメッセージも嬉しいし、そのみんなそれぞれのこだわりがそこに詰まってる感じというか、もうすごい感じ取れてめっちゃ嬉しいんですよね。なんかたまに自分が使ってる香水だったり匂いだったりがついてたりねする場合もあったりとかで、それもなんか個性があって素晴らしいと思いますが、今回は自分がこれを書かせてもらいます。で用意しました。シールとかシールとかシールとか、はい、これで僕が書かせてもらいます。その誰かに向かって。これ今書いちゃっていいですか。これどう書こうかな。でも俺の思いを書くのが一番いいと思うんですよね。ちょっと待ってくださいね。いきます。目見てください。目というより何見える目。俺これ目って書いたんですよ。けどどっちかというと何も見える。なやね。目です。はい、でいきますね。何しか見えないですけど、でもそれもそうよ。なそくそ。これでもすごいですよね。メリクリにもナソクソにも見えるっていう。でも多分それの悪いのってやっぱここにこれがあることなんですよね。それが書きづらくさせてる。これ取ろうかなこれ。でもすごい。カタカナってすごい。書き方によって違う風にも見えるって、だからそれをみんな使い分けて書けてるってやっぱすごいことですよ。でもこれはヒップホップってそんなのヒップホップじゃねえとかよくあるじゃないですか。お前はそれはヒップホップじゃないみたいな。その人がどう思ってるかっていうマインドが大事なんで、俺はメリクリなんでこれはもうメリクリでしかないんですよね。いやそんなのワックだみたいな。これはでもリアルなメリクリです。はい、これに僕がシールとかもね貼っていくわけですよ。
これちょうどあるから。思いついた。いいこと思いついた。これどうやって戻すの？これ何？これ剥がれました。これめっちゃ難しい。これ難しい。これ意外と繊細。これ繊細。ちょっと待って、めっちゃ繊細やねんけど。繊細。どうだ。俺の思いついたこともうこれで分かります？分からないですか？まだちょっとじゃあまだ今ちょっと見ないでください。はい、できました。じゃん。これで本物のメリクリ。これって結構あるあるだと思うんですけど、地方に行った時とかの駅名とかで読まれへん駅名って駅の下にアルファベットで書いてあるじゃないですか。漢字で何て読むか分からんけど、下のその英語表記で見て、この駅ってこうやって読むんやみたいな。大阪でいうと花店っていう駅があるんですよ。放つに対して出るで花店って誰が読めるって思いません？だからほうでみたいな読み方ができる。普通に見たらほうで。でもそれって花店って駅なんですよ。で僕らはそれが当然なんですけど、多分読めないでしょ。だから下に花店って書いてあったら、花店みたいな。なそくそ。いやメリクリ決まった。サイン書いておきましょう。俺の書いた証を。こっちの方がいいか。こいつ書きにくいんだな。こいつめっちゃ書きにくさせてくる。でもこれがないと。はい、他にもあったんで、もうちょっとデコりたいと思います。ちなみにもう一つこれ用意してるんですよ。でもちょっと若干タイプ違うやつ用意してるんで、その2つにやろうと思ってるので。星とか、なんか懐かしい感じする。これどうやってつけるの？この星を見て思い出した。俺昔住んでた子供部屋ね、昔ちっちゃい頃、天井に星のあれ何やったっけ、光集めて光る蓄光みたいなさ、あれ貼ってたっていうのをこれを見て思い出した。貼ってました？貼ってた。そう、ああいうなんかいわゆるなんかアメリカの子供部屋みたいなのに憧れがあって、昔俺もだから「トイ・ストーリー」とか見た時に全部空の壁紙にしたかったもん。わかる？気持ちわかんない？こんなんもあります。サンタクロースかわいい。すごい。めちゃくちゃランダムに貼ってます。これが子供みたいなところね。はい、できました。こっちへおいでよっていうタイトル。これはここから覗いてほしいです。ここにサンタさんがトナカイとクマと雪だるまたちが出迎えてくれて、ここのに入るとサンタがここで待ってるよっていう。でもプレゼント持ってないただのサンタです。プレゼント持ってないサンタをサンタと呼べるかっていうね、ところの問題が結構大事だと思うんですけど、そこってどうなんですか？
けど裸の変質者みたいな人がプレゼントを持ってたらそれはサンタと言えるのかどうかっていう問題もありますよね。サンタの格好をしててプレゼントを持ってない人がめっちゃ変なもう裸でもう明らかに変質者ですけど世の中に配るプレゼントを持ってる人、これどっちがサンタですか？どっちもじゃん。どっちも違う。難しい問題ですねこれなかなか。はいです。はい完成です。ありがとうございました。はいというわけでこちらに揃ってるアイテムが、ゆうやが紹介するクリスマスのプチプラクリスマスプレゼントです。イエイでですね、実はもうすぐクリスマスのシーズンにですね、12月21日と23日にゆうやの初ファンミが行われるんですけど、そこでこの今回用意したこのプレゼントを皆さんにというかそのプレゼントしたいと思っております。ただプレゼント方法はこれもちろん全員じゃないです。この買ったアイテム用意したアイテムしかないので全員ではないですので、プレゼント方法は、追ってまた何かで発表すると思いますが、おそらくもしかしたらチェキだったりとかのなんとか賞みたいな感じでプレゼントする感じになるかもですが、またそれを発表します。お楽しみに。じゃあファンミもぜひ来てもらいたいですし、素敵なクリスマスにしてください。イエイというわけでゆうえでした。チャンネル登録お願いします。